はい、皆さんどうも。アバターは女性、中の人はおっさん。仮想現実の釣り人、そよ風です。本日はいつものゲームプレイ動画ではなく、ご報告の動画をお届けします。以前の動画で少しだけ触れました。購入したダウンロードコンテンツのアイテムが一部欠品していたり、逆にアイテムが増えてたくさん入っているというトラブル。フィッシングプラネット運営さんにサポートをお願いし、修正を待つようにアドバイスをされ、対応待ちである。とここまで皆様にお伝えして、それっきりになっていました。最終的にどうなったのか、事の顛末をお知らせします。おさらいしておきましょう。2025年12月18日、新マップノルウェーの海が PC の方に実装されました。私はボートバルキリー号が付属する6500円のセットを購入しました。届いたアイテムを検品すると、3つの新しいタックルのセットアップスロットはすべて欠品していました。探しても見つけることができません。その他のアイテムはすべて2個、3個、4個などと重複して入っています。画像のようなありさまで、ボートやリールもこんな風にダブっています。すぐにサポートへ連絡して修正を待つことになりました。以上がトラブルの振り返りとなります。その後の進捗状況をお知らせしますと、翌朝さらにダブったアイテムが増えてしまうという悪い状況になりました。同じ日の夕方、欠品していたタックルのセットアップスロットが3つとも正常に返ってきました。これで落ち着くと思いきや、よく見るとその他のアイテムがまた増えています。そこで今一度この状況を初めから詳しく説明する必要があると感じまして、再びサポートへ連絡しました。内容は次の通りです。12月18日の発売日にバルキリーサーガパックを1セットだけ購入したのですが、アイテムが重複して届いていることを当日にサポートへ連絡しました。具体的には、ボートが4台あったり、リールや釣り竿が3から4本あったりと異常な状態です。また、本来入っているはずのタックルセットスロットが3つとも欠品していました。直ちに修正するという返信をいただいて、3タックルのセットアップについては受け取りました。この問題は解決済みですので、この点は改めて強調させていただきます。しかしながら本日現在、重複していたその他のアイテムは修正されておらず、在庫に残っています。重複があまりにも多く、どれが余分なアイテムなのか、またそれぞれ何個なのかさえ判断がつきません。このまま重複したアイテムを所持していても良いのですか？後で購入した時以上のお金を請求されたりしませんか？重複アイテムを所持していることでアカウントにペナルティやアカウント停止などのリスクはありますか？私としては重複したアイテムを早急にお返ししたいと願っています。ユーザーとしては心配であり複雑な思いをしております。早急に対策してください。連絡をお待ちします。サポートからはこのような返事がありました。状況を詳しくご説明いただきありがとうございます。今のところ、重複したアイテムは削除したり売却したりせず、インベントリに保管しておいてください。重複したアイテム、または購入時にもともと入手したアイテムに対して請求は発生しません。重複したアイテムがインベントリに残っている限り、アカウントにペナルティが課されることはなく、アカウントが停止されることもありません。率直なご回答、
そして重複したアイテムの返品をご希望とのこと、ありがとうございます。担当チームが情報を確認し、問題解決の一環として重複したアイテムをすべてインベントリから削除いたします。この状況についてはご心配なく、ゲームは通常通りご利用いただけます。ただし、完全な修正作業中は重複したアイテムを売却しないでください。重複したアイテムを売却した場合、売却額がアカウントに請求される可能性がありますので、今のところはインベントリに保管しておいてください。購入時に正当に入手したアイテムはゲームプレイ中に自由に使用できます。担当チームは重複したアイテムのみを削除します。この問題の解決に取り組んでいる間、皆様の誠実なご対応とご理解に改めて感謝申し上げます。さて、ことの最終的な顛末です。この2日後の朝、ログインすると、今までの喧騒はすっかり静まり、重複アイテムはすべて消去され、誤って消されてしまった損害などもなく解決しました。そよ風さんはこれ幸いとアイテムを売り飛ばして儲けてはいませんので、皆さん安心してください。それではお次はノルウェーマップ以降の物価高騰について。ゲームの経験レベルが110まで引き上げられ、そよ風さんも晴れて110プレイヤーとなりましたが、あまりメリットがないのです。マックスレベルでもショップにあるほとんどの高級品はベイトコインでしか購入できません。カラフルなジグヘッドは全部コインで買うしかありません。電動タックルの価格を見てください。こちらはゲームマネーでも買えますが、とんでもないお値段です。初期投資だけで済むと思ったら大間違い。修理代は消耗具合にもよりますが、ゲームマネーで40万円から70万円、またはそれ以上に及びます。ロッドとリールをワンセット修理したら100万円を超えてしまうなんて当たり前。電動リールの方も初期の入手価格が高すぎます。電動タックルのみ修理キットで直すという節約法もありますが、修理キットのチャージの方もベイトコインで補う必要がありますので、よく考えて使わねばなりません。カラフルな光るラインは全部ベイトコインでしか入手できない高級品。入手すればリールにほぼスペックが一致して気持ちよいのですが、あなたはこの消耗品に毎回900ベイトコインを支払う気になりますか？私は貧乏症ですので、代替品、代替え品のラインを間に合わせていますが、そのお値段もゲームマネーで100万円を超えるものなんてザラです。皆さんはこんな物価高のフィッシングプラネットをどう思いますか？始めたばかりの方が長くこのゲームを楽しんでいこうと希望の持てる状況だと感じますか？何か解せない状況ですが、本日はこれにて。それではまた次回の動画でお会いしましょう。そよ風でした。